皆さんこんにちは、ひのみです。今日の動画ではこれまで20回以上ですね、ダーマペンっていうのをしてきたんですけど、それが原因である問題が起きてしまったんですね。なので今日はちょっとそちらのお話していこうと思います。肌質改善とかニキビ跡の治療の目的でダーマペンしている人って結構多いと思っていて、現在ダーマペン実際に治療してるよって方であったり、これからダーマペン始めようかなって思ってる方いらっしゃれば、今日の動画ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。私自身これまでダーマペン20回以上続けてきて、そもそもですね、このダーマペンをやろうと思ったきっかけっていうのがニキビ跡の治療だったんです。思春期の頃からもう20代前半までもうニキビが出続けた半生というか人生で、治りかけのニキビと新しいニキビが出続けるっていうこの混合している状態っていうのがもうずっと続いていて、写真を見ても分かる通り、ひどい時はニキビが治りきらずになんていうかザラザラとした状態が続いていたんですね。それに加えて一番ネックだったのが、私にとってコンプレックスそのものであった重症ニキビができたことによるこのクレーター跡だったんです。それでニキビ跡の治療を開始したっていうわけで、様々な治療をやってきた中でも特にダーマペンの治療っていうのが結構大きい存在の一つというか、ダーマペンを続けてきたおかげで特にニキビが度重なってできたことによるこの肌質っていうのを改善することができたんですよ。肌質改善の中でも特に一番大きいのが、ニキビができたことによって肌がザラついたっていうこともあって、張り感っていうのが全くない肌だったんですね。それが私の個人的な実感にはなるんですけど、張り感であったりツヤ感っていうのを出すことができたっていうのは、これはもうダーマペン様々で、ダーマペンなしではここまで肌質改善とあとクレーター跡の改善っていうのはできていなかったと思います。そのくらいダーマペンの存在っていうのは私にとっては大きいんですね。ただ肌質改善としての効果っていうのを大きく得られた反面、20回近くやってきた代償としてあることが起こってしまったんです。それがシミとくすみ問題です。ここ半年くらいで乾板とシミ、あとくすみっていうのが肌全体で結構悩むようになってきて、これまでは定期的にトラネキサム酸の服用であったり、あとはもう何年も毎日グルタチオンとビタミン C の服用はしてきていて、今まではこういった内服薬の効果っていうのもあって一定の効果っていうのを感じることができていたんですよ。ただここ最近では追いつかないくらい薄いシミっていうのが出てきたり、さらには繰り返しできていた乾板っていうのがトラネキサム酸を一旦飲んで薄くしてもすぐに再発するスピードっていうのが結構速くなってきてしまったんです。これはもう内服薬だけではちょっとどうにもなんないなと思って、先日美容皮膚科を受診してきて、最初はレーザートーニングとかピーリングを検討していて、これまで飲んでるサプリとか内服薬の話をしつつ、ニキビ跡の治療の一環でダーマペンをかれこれ何年もしていますっていうのをカウンセリングの時点で先生にお話をしたんですね。そしたら先生から最初の一言っていうのが、じゃあそれなら合点がいきますって言われて、っていう感じじゃないですか。なんでも先生の話では、ダーマペンの施術をしたことによって潜在的に潜んでいたシミとかくすみの原因を刺激しているだそうです。さらに詳しく掘り下げると、人間の肌って上から表皮があって下に真皮層っていうのがあって、その間に基底膜っていうものがあるんですね。ホルモンバランスとか紫外線っていうのが大きく関係していて、例えばホルモンバランスの乱れであったり、紫外線を大きく浴びれば浴びるほど正常で必要な毛細血管以外に不要な毛細血管っていうのが異常に増殖してしまって、これがまさに異常に増えてしまった毛細血管っていうのがシミやくすみに関係しているんだそうです。異常な毛細血管がある状態では潜在的なシミの原因になる要素でしかないんですけど、ここでまさにダーマペンによって刺激を加えることによって余分な血管からメラニン生成を促進することになって、結果的にシミとかくすみの原因になってしまうっていうことなんだそうです。特に私はアウトドアが大好きで、海にも山にも行くことが多くって、結果的に紫外線が浴びる
機会っていうのも多いですし、さらにホルモンバランスを整えるためにホルモン治療っていうのをしているので、人一倍この異常な毛細血管を作るっていう、そういった要素を持っているみたいなんですね。なので全てがダーマペンのせいでくすみやシミができてしまったっていうことは断言っていうのはできないんですけど、間違いなくダーマペンがシミとかくすみを誘発させてしまう原因の一つであるっていうことは間違いないみたいです。そして忘れてはいけない原因の一つ、肝斑っていうのも、これまたダーマペンの刺激に弱いっていうのは結構有名な話ですよね。要はダーマペンをたくさんしてきたからこそシミやくすみの原因になった、いわばダーマペンをやりすぎたと言われても仕方がないんですけど、一応ダーマペンをするときはクリニックとかセルフでも紫外線が多い時の夏っていうのは避けて施術をしてきましたし、施術の間隔もきちんと最低でも1ヶ月は空けて行っていたので、一応ターンオーバーと言われる周期の間隔っていうのは十分に空けて慎重に行ってきたつもりではあるんですね。なので過剰に間隔を空けずにやってきたようなやりすぎ感っていうのは個人的にはないと思ってるんですよ。今の私の肌の状態って、もしダーマペンを続けていくのであれば、いわばこのニキビ跡とか肌質改善の治療とくすみやシミを天秤にかけるような状態だと思っていて、特に肌質改善に関してはダーマペンの効果っていうのはすごい感じていて、これからも続けていきたいので、まずこの状況を打破するためにどういった治療をしていこうかなと思った時に、美容皮膚科の先生におすすめされた施術っていうのがシルファームという治療でした。なんとこのシルファーム自体もダーマペンと同じようにとっても細い微細な針を肌に刺していく治療なんですね。一見同じように肌の刺激になって余計にシミやくすみを増やす原因になってしまうのではって思えてくるかもしれないんですけど、これが違ってシミやくすみの元となる異常な毛細血管部分を除去して根本的な改善が見込める画期的な治療なんです。なぜ私にこの治療が最適かというと、肌のメラニンと赤みが混ざったくすみっていう場合、シミを取るようなレーザーや美白剤を使用しても赤みは改善しないので、根本的な解決っていうのにはならないんです。まさに私の肌の状態っていうのが、このメラニンと血管の赤みが混ざったくすみがある状態だったんですね。このシルファームの治療をとりあえず効果がきちんと見込めると言われている5回ですね、5回施術続けてみようと思っていて、なので次回以降このシルファームの詳しい治療内容であったり、どのようにくすみとかシミに効果的なのかっていうメカニズムや、そしてもちろんビフォーアフターなんかも含めて詳しく紹介していきたいと思っています。今後もシルファームの治療の続きの内容であったり、美容についてたくさん動画を配信していこうと思いますので、もし本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。